皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦況解説と、戦場の様子だけではなく、それ以外の関連ニュースについても合わせて皆さんにお伝えしていこうと思います。ウクライナに冬将軍来たるといった話は前回の動画で解説しましたが、それがより猛威を振るうようになりました。今回の動画では、どのような寒波が来ているのかについて動画をご紹介するとともに、それがウクライナ軍、ロシア軍どちらにとってより影響を与えるか、どちらの味方になるのか敵になるかについても言及しておきましょう。それでは早速映像や地図を使いながら関連情報を見ていきます。今日取り上げる主な話題は3つ。まず第一に冬将軍の猛威について解説していきます。2つ目はアメリカから供与された M1 エイブラムス戦車と歩兵戦闘車ブラッドレーの評価について現地からどのような声が上がっているかをご紹介します。また、これはちょっとした余談でもあるのですが、プーチン大統領としては大統領という座に居続けるということがどれだけ大事なのかが少しわかる権力者が好き放題できるという話についてご紹介しましょう。なお、いつものように戦況解説に用いる地図は戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。まずは猛烈な吹雪の様子について見ておきましょう。これはもう映像を見るのが一番です。どれだけ話を聞いたとしても、ものすごい吹雪ですよという言葉よりも映像の力の方が圧倒的だと言えます。ウクライナ全土において雪と風の相まったかなり厳しい寒波が訪れています。それは一般生活を脅かすほどであると同時に、戦場にも同様にして激しい吹雪が襲いかかっています。兵士たちは猛烈な風と雪に阻まれ、移動するのも非常に困難です。雪が降るだけではなく、そこに相まった風というのも非常に強烈なもので、黒海周辺においては海が非常に荒れています。波が高く、海岸線沿いの建物を破壊したり、ロシア軍の陣地などもあっという間に波でかき消されてしまったそうです。一部地域においては建物が倒壊するだけではなく、海岸線沿いの鉄道路線にも土がえぐられるようなことになって、運行そのものにも影響が出ています。このような寒波の凄まじさといったものは、冬将軍に例えられます。そしてこの冬将軍の猛威によって現在戦線の状況は少しいつもとは変わっています。特に激しい戦闘といったものが起こりにくい状況というものが生まれたために、戦闘の規模が全体的に低下していることが報告されています。もちろん、寒いからといって、戦闘そのものがなくなっているわけではありません。ロシア軍は相変わらず歩兵による突撃を行おうとしているわけですが、このような寒波の中で歩兵だけで突撃するのはなかなか難しいですから、戦闘回数が減るといったことになっているわけです。そしてこのような厳しい寒波の中でも、東部戦線の一番激しい戦闘が行われているのは相変わらずアウディウイカです。アウディウイカにおける戦況なのですが、少しずつ状況はウクライナ軍にとって悪化の方向へと向かっています。町の三方、南側の守りにおいては現在でも固く守っているのですが、一方において町の南東部、工場などがあったウクライナ軍の防衛ラインは突破されたようで、ロシア軍が前進、ウクライナ軍はそれに応じて後ろへと下がっていきました。じわじわと人海戦術による侵食が進んでいます。町の北側においては一進一退の攻防が続いており、防衛ラインとしてきちりと機能してはいない感じがします。そのため北側の守りがアウディウイカにとって弱点となっています。ただ、ここでも戦闘の規模そのものについては全体的には少し低下していると言えます。もちろんそれはロシア軍として攻撃をやめようとしているわけではなく、激しい寒波の影響によって全体的に動きが鈍っているからだと言えます。そして南部戦線ヘルソン戦域。この地域においても天候の状況を受け、戦闘の規模そのものが低下しています。ただ、飛び道具については、天候が悪化したからといってもやめる理由にはなりません。歩兵同士と違ってある程度後方からの攻撃においては寒波の影響は少ないと言えます。ウクライナ軍のハイマースによる攻撃でロシア軍の集結地が爆破されたというニュースが入っています。寒波の本格化に伴ってウクライナ軍、ロシア軍、これがどのように影響しどちらにとって良い状況を生み出すのかについて解説しておきましょう。まず第一に冬に対する備えとしてはやはりウクライナ軍の方が良い状況ですから、
ロシア軍の末端の兵士たちにとっては、この寒波到来はまさに地獄の冬へと突入することとなります。単純な話として防寒装備がどれだけ行き渡っているかといえば、ウクライナ軍の方がより行き渡っている状況で、ロシア軍の方はそもそも軍から支給された冬用の装備が足りない兵士たちもたくさんいます。それらの人たちどうしているかといえば、例えば自腹を切って用意できた人は何とかそれで間に合わせるのですが、そうもいかない人たちが何をしているかといえば、仲間の死んだ兵士たちから衣服を剥ぎ取って、それらを重ね着するといったことを行っています。これはウクライナ軍のドローンが戦場を観察している動画を公開しているのですが、その中にはロシア軍の遺体を漁るロシア軍兵士といったものもあり、それが何をしているかといえば、死体から装備品だけではなく衣服なども剥ぎ取って持ち帰っている様子などが公開されています。なぜそのようなことをしているかといえば、それは自分自身が使うためです。足りない装備品があるのであれば、死んだ仲間から調達しようとするわけです。装備が多くの兵士たちに行き渡っているのであれば、そのようなことはせず、遺体は遺体で回収し、埋葬などしているはずです。遺体をほったらかしにした上で装備を剥ぎ取っていく行為などは、ロシア軍の末端の兵士たちがどれだけ装備が行き渡っていないかを示す証拠だと言えるでしょう。また、そもそもロシア軍の末端の兵士ではなく上層の司令官たちは、どうせ多くの兵士たちには人海戦術を用いてあっという間に死ぬんだろうということを前提としていますから、装備を多くの兵士たちに行き渡らせるということをそもそも大事とはあまり考えてはいません。どうせ明日死ぬといった感じの兵士たちに対して装備を1から10まで全部揃えるということもあまりやる気が出ないのも仕方がないかもしれません。ロシア軍としては寒波の到来によって兵士による単独的な突撃は非常に困難ですし、かといって装甲戦力を押し出すにしても兵士たちを引き連れていくのも困難というのであれば、やはり大規模な作戦としては起こしにくいものですから、ロシア軍にとっては今の天候の悪化というものは足かせになるものです。ウクライナ軍にとってはこの状況が少し続いた方が体制を整えるには時間稼ぎになるでしょう。次にアメリカから供与された M1A1 エイブラムス戦車及びブラッドレーの評価についてご紹介しましょう。左がウクライナに引き渡されて配備が始まった M1 エイブラムス戦車、右が歩兵戦闘車ブラッドレーです。まだ M1 エイブラムス戦車については実戦経験は少ないと見られますが、その防御力は明らかにロシア系の戦車よりも非常に高く評価されていることから、乗員の生存率は確実に伸びると考えられます。また、右側の歩兵戦闘車ブラッドレーについてはすでにウクライナの戦場においてここ半年ずっと戦っているものですから、かなりの評価を得ています。まず第一にウクライナ軍兵士たちにとって評価される理由というのは、ブラッドレーに乗っていれば多くの兵士たちが死なずに戦い続けることができると評価されています。ロシア系の歩兵戦闘車の場合だとどうしても根っことしては人海戦術を用いる、そのようなソ連の戦い方といったものが反映されて防御力は低めなものになっています。やられたとしても次から次と襲いかかればそれでいいじゃないかといった考え方は兵士たちにとってはたまったものではありません。一方ブラッドレーはアメリカ製で、アメリカにおいてはやはり兵士が多く亡くなるということはアメリカ国内で報道され、国内の反戦運動などにも直結します。兵士たちが死なないということは戦争を継続する上でも非常に重要なことなわけです。そのためブラッドレーに乗っている兵士たちは、たとえ対戦車地雷などを踏んで戦闘車両としての機能を失ったとしても、兵士たちは生き残って帰還することができる確率が非常に高いのだそうです。この点からも M1 エイブラムス戦車についても全く同様の期待がされており、現在の戦場で戦車がやられる場合というのは、まず第一に対戦車地雷で動けなくなる。そして動けなくなったところに突撃型のドローンであるとか砲撃であるとかを受けて破壊されるパターンです。この場合だとより防御力の高い戦車の方がやはり乗員が生き残る確率は高くなります。ロシア軍の戦車が破壊され一瞬にして爆発砲塔が吹っ飛ぶ光景といったものもこれまでよく見られたわけですが、M1 エイブラムスの場合だとたとえ旧式であろうともその防御力については評価が高いですから、
ロシア軍の戦車のような乗員もろとも一瞬にして吹っ飛ぶといった光景はおそらくはかなり少ないでしょう。こうした兵士が生き残って戦い続けることによって戦闘経験を得た兵士たちが精鋭化していくというのはウクライナ軍側の一つのアドバンテージだと言えるでしょう。最後にプーチン大統領が権力者の座に居続けるということが彼にとってどのようなメリットがあるかについて一つニュースをご紹介しましょう。こちらの写真は大型クルーザーです。現在プーチン大統領の公式の給料は年間12万ドル、日本円で1800万円ほどです。これは多くの国民たちにとってそれほど高くないでしょうというのをある程度見せるためのものですが、この写真のクルーザーは1隻で75億円程度するんだそうです。そしてこれが一体何のためのクルーザーかといえば、それがプーチン大統領の愛人などに使わせるための、いわばプライベートのための大型クルーザーです。そしてそれが1隻ではなく、これが9隻目の船です。このようなクルーザーをどこが作っているかといえば、ロシア海軍の原子力潜水艦の造船会社が担当しており、プーチン大統領にとってそのような政府と非常に密接な会社を私的利用しているといったことも問題だと言えるでしょう。そしてこちらが75億円のクルーザーの内部の写真です。これだけの金額だと中が豪勢だろうなというのは予想通りなので特に驚きはないのですが、プーチン大統領にとっては愛人を増やしてもこのようないくらでもお手当ができるというのは権力者としてはやめられない理由の一つなんだろうなと思わせます。こちらの写真はクルーザー内部のいくつかある寝室の一つです。一つのクルーザーの中に何個も寝室があるというのもお客さんを何にでも呼べるようにという配慮なのでしょう。ロシア、ウクライナ、この地方における厳しい寒波については冬将軍の異名を持ち、そして歴史にも大きな影響を何度となく与えてきました。ナポレオンによるモスクワ遠征もそうですし、第二次世界大戦当時のドイツ対ソ連においてもやはり冬将軍は猛威を振るいました。そしてこの2つの例というのはどちらもロシア側にとっては味方となったといった事例なわけですが、少なくとも現在のウクライナの戦場においてはウクライナが地の利を生かす一つの要素として冬将軍が味方してくれる可能性があります。装備の整った状態であればロシア軍にとっても冬将軍はちょっとした阻害要因の程度まで抑え込むことができるわけですが、今のロシア軍にとっては装備を行き渡せるというのも十分ではないような状況ですから、厳しい冬の寒さといったものがロシア軍兵士たちを凍えさせることでしょう。あとはこうした冬の時というのは当然のように多くの市民たちが暖房を使うわけで、その暖房を止めにかかるロシア軍の電力インフラへの攻撃がどれだけ本格化するかというのが今後の懸念点です。発電施設というのは移動し回るということが非常に困難ですから、大規模な発電所であればあるほどロシア軍の攻撃といったものも集中的に行われることになるでしょう。そして電力網というのは発電所だけではなく変電所など様々な施設があることによって成り立ちます。それだけに多くの場所を守らなければいけないわけで、守る方がどれだけ大変かといった話になります。一方でウクライナ側に対しては、じゃあロシア側に対して同様の攻撃をすれば良いじゃないかと思われるかもしれませんが、欧米側はウクライナに渡す兵器についてはロシア本国を攻撃しないようにと制限をかけていることが多く、そうした意味では非常にハンディキャップを負っている状態です。ロシア側がそういうことをするんであれば、ウクライナに対して遠距離攻撃用の兵器を渡し、ロシアの電力網を破壊させるぞといったような、いわゆる報復するぞというのを匂わせるだけでも抑制することができるわけで、そのような長距離兵器を供与できる国というのは少し踏み込んで軍事支援も行ってほしいものです。反撃力というものが大したものでないのであれば、やりたい放題やってしまうというのがロシア側の考え方なわけで、これを止めるのは残念ながら話し合いではなく、力による報復しかありません。理想と現実の間にはかなりの格差があって、力でしか解決できない問題については力で応じるしかないというこの現実を日本人もより深く認識する必要があるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が役に立ったなと思う方はぜひとも他の方にこのチャンネルを勧めたり、スーパーチャットもご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。